解説。1971年公開映画ベスト10。懐かしの名作を振り返る。ねえマリサ、1971年に日本で公開された映画ってどんなのがあるか知ってる？お、いい質問だな。1971年は日本も世界も名作がたくさん公開された年なんだぜ。いろんなジャンルで面白い映画が目白押しだぜ。へえ、どんな映画があったの？例えば、華麗なる大泥棒とか、ある愛の死なんて聞いたことないか？他にも、ゴジラ対ヘドラみたいなインパクトのある作品もあったんだぜ。そうなんだ。全然知らない映画も多そうだけど、ちょっと興味出てきたかも。それならちょうどいいぜ。今回は、1971年日本公開映画ベスト10を、10位から1位までランキング形式で紹介していくぜ。いいね。私みたいな初心者にもわかりやすく解説してね。任せるのぜ。作品の内容や当時の背景なんかも交えながら紹介していくから、楽しみにしててくれよな。第10位。華麗なる大泥棒。マリサ、第10位の華麗なる大泥棒ってどんな映画なの？華麗なる大泥棒は、1970年に制作されたフランス映画で、日本では1971年12月18日に公開されたんだ。サスペンスアクションで、主演はジャンポール・ベルモンド。彼の軽快で魅力的な演技が見どころだぜ。サスペンスアクションか。面白そう。どんな話なの？物語は、富豪タスコが所有するエメラルドを狙った4人組の泥棒、アザドたちが主人公なんだ。計画は見事成功してエメラルドを手に入れるんだけど、その後が波乱万丈だぜ。その後って、どうなっちゃうの？逃走中に警察のザカリア警部に目をつけられ、追跡劇が繰り広げられるんだ。アザドが車で逃げるシーンや警部の執念深い追跡は、この映画のハイライトだな。舞台もアテネとパリで撮影されていて、都市の風景がドラマを引き立てているぜ。ジャンポール・ベルモンドって有名な俳優なの？フランス映画を代表する俳優の一人だぜ。この映画では、まるで実写版ルパン三世みたいな雰囲気を醸し出していて、泥棒役がとてもハマってる。共演者にはオマーシャリフや、ダイアン・キャノンといった実力派俳優も揃ってるんだ。そんなに豪華なキャストなんだね。それに、ルパン三世っぽい雰囲気っていうのも興味をそそるな。映像もスタイリッシュで、派手なアクションと心理戦が見どころだ。結論として、華麗なる大泥棒は、軽快なアクションと洗練されたサスペンスが楽しめる映画だぜ。それなら見てみたいな。第10位にランクインするだけの理由がよくわかったよ。第9位。8月の濡れた砂。マリサ、第9位は8月の濡れた砂っていう映画みたいだけど、どんな作品なの？8月の濡れた砂は1971年に公開された日本映画で、藤田俊也監督が手掛けた青春映画だぜ。特に、湘南の海を舞台に、若者たちの反抗や破滅的な行動を描いているのが特徴だ。キャッチコピーの愛と暴力の青春が示す通り、見る者に強烈な印象を与える作品なんだ。どんなストーリーなの？物語は、清という青年が、暴行されて海に飛び込む早苗という少女を目撃するところから始まるんだ。その後、早苗や健一郎たちが絡み合い、暴力や復讐、そして愛が交錯する。特に、健一郎の破滅的な性格や行動は物語全体を引っ張る重要な要素だぜ。なんだか波乱万丈な感じがするけど、具体的にどんなエピソードがあるの？例えば、健一郎がヤクザに襲われる場面や、彼が復讐のために亀井を陸に追いやるシーンは、緊張感がすごいんだ。それに、ラストのヨットの場面では、牧が襲われる衝撃的な描写がある。そういった場面が観客に強い衝撃を与えたんだ。それって、青春映画としてはかなり過激じゃない？その通りだぜ。青春映画の枠を超えた暴力性やエロティシズム、そして無目的に漂う若者たちの姿が、この映画の独特な魅力なんだ。そして、村野武則やテレサ野田といったキャストの熱演も素晴らしい。なるほど。結構重たいテーマを扱っている映画なんだね。そうだな。この映画は、青春の輝きだけでなく、その裏に潜む破滅的な面を浮き彫りにしている。結論として、
8月の濡れた砂は青春映画の枠を超えた衝撃作で、一度見る価値がある作品だぜ。ありがとう、マリサ。見るのが少し怖いけど、興味が湧いてきたよ。第8位、007、ダイヤモンドは永遠に。マリサ、第8位の007ダイヤモンドは永遠にって、どんな映画なの？ 007ダイヤモンドは永遠には、1971年に公開された007シリーズの7作目だぜ。ショーン・コネリーがジェームズ・ボンド役を再び演じた。ファンにはたまらない作品だ。今回のミッションは、ダイヤモンド密輸に絡む巨大な陰謀を暴くっていうストーリーなんだ。ショーン・コネリーって、初代ジェームズ・ボンドの俳優だよね？その彼が戻ってきたのが話題になったの？そうだぜ。ショーン・コネリーは一度ボンド役を降りたんだけど、ファンの強い支持で復帰したんだ。この作品での彼は、貫禄とユーモアが際立っていて、まさにボンドらしさ全開だ。ストーリーの見どころはどこなの？物語の舞台はラスベガスや、宇宙ステーションまで広がるスケールの大きさが魅力だぜ。ボンドは、ダイヤモンド密輸の背後にいる組織を追い詰める過程で、クレイジーな悪役ブロフェルドと対決するんだ。特に、ラストの宇宙ステーションでの戦いはシリーズでも珍しい設定で話題になった。アクションだけじゃなくて、ボンドガールも重要だよね？その通りだぜ。今回はジル・セントジョン演じる、ティファニー・ケイスがボンドと共に冒険を繰り広げるんだ。彼女の大胆で魅力的なキャラクターが物語に花を添えているのぜ。それにしても、宇宙が舞台になるなんてすごいね。ダイヤモンドは永遠には、当時の時代背景や科学技術の進歩を取り入れて、斬新な設定に挑戦しているんだぜ。そして、作品全体のスタイリッシュな映像や、ジョン・バリーが手掛けた音楽も最高だ。アクションとロマンス、さらには宇宙まで登場するなんて、盛りだくさんだね。その通りだぜ。結論として、007ダイヤモンドは永遠にはボンドシリーズの中でも特に印象的な作品で、初めて見る人にもおすすめだ。ジェームズ・ボンドの魅力を存分に楽しめるぜ。ありがとう、マリサ。見たらきっとハラハラドキドキしそうだね。第7位、小さな恋のメロディー。マリサ、第7位の小さな恋のメロディーって、タイトルからして可愛らしい感じだけど、どんな映画なの？小さな恋のメロディーは1971年に公開されたイギリス映画で、初恋をテーマにした純粋で切ない青春物語だぜ。少年と少女が大人たちに反発しながら、自分たちの愛を貫こうとする姿が書かれている。監督はワリス・フセインで、脚本はアラン・パーカーが手掛けている名作だ。初恋をテーマにしてるなんて、なんだか胸がキュンとしそうね。どんなストーリーなの？主人公は、少年ダニエルと少女メロディ。二人は学校で出会い、次第に惹かれ合うんだ。ところが、大人たちからは子供扱いされ、恋愛を軽んじられてしまう。彼らはそんな周囲の干渉に負けず、自分たちの愛を守るために学校を飛び出し、結婚を計画するっていうストーリーだぜ。なんだかロマンチックだけど、子供が結婚を計画するなんてすごいね。それがこの映画の魅力だぜ。彼らの無垢な愛情や勇気が、観客の心を打つんだ。特にラストシーンでの、子供たちが協力して大人に立ち向かう場面は感動的で、一度見たら忘れられない名シーンになっている。映像とか音楽も気になるなぁ。映像はイギリスの田園風景や学校の雰囲気がリアルに描かれていて、見るだけで癒されるぜ。そして、この映画で特に有名なのが、ビージーズの音楽なんだ。イン・ザ・モーニングや、ファースト・オブ・メイが流れるシーンは、物語と絶妙にマッチしていて心に染みるぜ。音楽と映像が組み合わさって、すごく引き込まれそうな作品ね。その通りだぜ。結論として、小さな恋のメロディーは、初恋の甘酸っぱさと青春の輝きを見事に描いた作品だ。恋愛映画や青春映画が好きな人には、ぜひ見てほしい名作だぜ。ありがとう、マリサ。見たら初恋を思い出しちゃいそう。第6位、トラ。マリサ、第6位のトラって、すごくインパクトのあるタイトルだけど、どんな映画なの？トラは1970年に制作され、1971年に日本でも公開された戦争映画だぜ。
この映画は、真珠湾攻撃の全貌を日米双方の視点から書いた作品で、タイトルのトラトラトラは、実際に日本軍が攻撃成功を伝える暗号だったんだ。真珠湾攻撃を書いているってことは、戦争映画なのね。その通りだぜ。特徴的なのは、アメリカ側と日本側がそれぞれ自国の監督や制作陣を起用して、双方の視点を対等に書いているところだ。アメリカ側の監督はリチャード・フライシャー。日本側の監督は深作金次と増田敏夫だ。それによって、単なる戦争プロパガンダ映画ではなく、歴史的な出来事を冷静に再現したドキュメンタリー風の作品になっているんだ。両方の視点を書いているなんて珍しいわね。それに、映像とかもすごそう。その通りだぜ。特に真珠湾攻撃のシーンは、ミニチュアや特殊効果を駆使して撮影されていて、当時の映画技術の粋を集めた迫力満点の仕上がりになっている。攻撃の緊張感や混乱がリアルに伝わってくるんだ。キャストはどんな人たちが出ているの？日本側では山村壮が山本五十六を演じているのが有名だぜ。一方アメリカ側では、ジョセフ・コットンやマーティン・バルサムといった実力派俳優が登場している。どのキャラクターも実在の人物をモデルにしているから、演技にも説得力があるんだ。戦争映画だけど、史実に基づいているところが見どころなのね。そうだぜ。結論として、トラトラトラは、戦争の恐ろしさや当時の世界情勢を冷静に書いた作品だ。単なるエンタメ作品ではなく、歴史を学びながら楽しめる名作だから、戦争映画が好きな人にはぜひ見てほしい作品だぜ。ありがとう、マリサ。歴史的な視点で見るのが楽しそうね。第5位、小さな巨人。マリサ、第5位の小さな巨人って、どんな映画なの？小さな巨人は1970年公開のアメリカ映画で、19世紀の西部を舞台にした叙事詩的な作品だぜ。ダスティン・ホフマンが主人公ジャック・クラブを演じていて、彼の数奇な人生を描いているんだ。西部劇として知られているけど、コメディやドラマ、冒険などいろんなジャンルが混ざっているのが特徴だな。それだけいろんなジャンルが混ざっているって、どんなストーリーなの？物語は、121歳になったジャックが歴史家に自分の人生を語るという形で進むんだ。彼は幼い頃に家族を殺されてシャイアン族に育てられるけど、やがて白人社会に戻っていく。そして、シャイアンの文化と白人社会の間で揺れ動きながら、様々な冒険や葛藤を経験するんだ。白人社会と先住民の生活が対比されるってことね。それにしても、具体的にはどんなエピソードがあるの？例えば彼が育ての親である、シャイアン族の村を襲撃するアメリカ騎兵隊を目撃する場面は印象的だぜ。また、カスター将軍との出会いや、リトルビッグホーンの戦いのシーンもあるんだ。カスターをめぐる出来事では、ジャックのユーモラスな一面と深い苦悩が両方書かれているのが面白いんだぜ。カスター将軍って、西部劇でよく聞く名前だけど重要なキャラなの？その通りだぜ。カスターはジャックの人生に何度も現れる重要な存在だ。彼の無謀な性格がジャックの運命を大きく左右するんだ。そして、ジャックの発言が皮肉にもカスターの最後の行動を決定づける場面は、この映画の大きな見どころだな。歴史的なテーマを扱いながらも、笑いもあるなんて珍しい映画だね。そうだな。結論として、小さな巨人は西部劇の枠を超えた多面的な作品だ。壮大な物語とともに、ユーモアや悲劇が交錯していて、見る人に深い感動を与えるぜ。ありがとう、マリサ。これは見る価値がありそうね。第4位、栄光のルマン。マリサ、第4位の栄光のルマンって、どんな映画なの？栄光のルマンは、1971年に公開されたスティーブ・マックイーン主演のレーシング映画だぜ。映画の舞台は、世界三大レースの一つとして知られるルマン24時間耐久レースだ。この映画は、レースそのものを忠実に再現している点で、モータースポーツファンにはたまらない作品なんだ。レースそのものを忠実に再現って、具体的にどういうこと？撮影は実際のルマン24時間耐久レースが行われるコースで行われているんだ。さらに、出演者だけでなくプロのレーシングドライバーも参加しているから、
リアルなスピード感や緊張感がそのまま映像に表現されている。特に、激しいクラッシュやピットでの緊張感あるシーンは圧巻だぜ。レース以外の部分もあるのかな？もちろんだぜ。主人公のマイケル・ディレイニー、スティーブ・マックイーンは、レース中に事故で亡くなったライバルの未亡人リサと出会うんだ。彼らの間に芽生える微妙な感情や、レースへの熱い思いが書かれている。この部分が物語に人間味を加えているんだ。スティーブ・マックイーンが主演って聞いただけで見たくなるけど、彼の演技はどうだったの？マックイーンは実際にレーシングカーを操縦するシーンにも挑戦していて、その迫力が画面にそのまま伝わるんだ。彼のセリフは控えめだけど、表情や行動でレースへの情熱を語るところが素晴らしいぜ。レース映画って迫力はあるけど、物語もちゃんとしてるのがいいわね。その通りだぜ。結論として、栄光のルマンはレースのリアルさと感動的なドラマを融合させた名作だ。モータースポーツ好きだけでなく、映画好きにもおすすめできる一作だぜ。ありがとう。マリサ、迫力のあるレースと人間ドラマが楽しめそうだね。第3位、レッド、さん。マリサ、第3位のレッドさんってどんな映画なの？レッドさんは、1971年に公開されたフランス、イタリア、スペイン、アメリカの合作映画で、西部劇と時代劇が融合した異色の作品だぜ。侍とガンマン、そしてヨーロッパの泥棒が共演する。文化とアクションが交差する物語なんだ。侍とガンマンだけじゃなくて、ヨーロッパの泥棒まで？なんだか豪華なキャストだね。そうなんだぜ。三船敏郎が侍の黒田を演じ、チャールズ・ブロンソンがガンマンのリンクを担当。そして、ヨーロッパからはアラン・ドロンが出演しているんだ。ドロンは冷酷で狡猾な泥棒ゴーシュを演じている。彼の演技がこの映画にさらに深みを与えているぜ。アラン・ドロンって、日本でもすごく人気があった俳優だよね。どうして彼が選ばれたの？それには興味深いエピソードがあるんだ。この映画の企画段階で、三船敏郎がプロデューサーたちと会議をしていた際、もう一人の主役をヨーロッパから起用する案が浮上したんだ。そして、日本でも人気が高かったアラン・ドロンが選ばれたんだぜ。それにしても、すごい俳優陣だね。監督は誰が担当したの？監督はテレンス・ヤングだぜ。実は、候補としてエリア・カザンやサム・ペキンパーも挙がっていたんだけど、三船がヤングの誠実な態度に感銘を受けて彼を選んだんだ。ヤングは007シリーズの監督としても知られる人物だから、アクション演出の上手さが光っているんだぜ。そんな裏話を聞くと、映画を見る楽しみが増えるね。そうだろう？結論として、レッドさんは文化と価値観の違いを乗り越えた友情と冒険を書いた名作だ。三船、ブロンソン、ドロンという2大スターの共演を堪能してほしいぜ。ありがとう。マリサ、ますます見たくなっちゃったよ。第2位、ゴジラ対ヘドラ。マリサ、第2位のゴジラ対ヘドラって、ゴジラシリーズの中でもなんだか特殊な雰囲気を感じるけど、どんな映画なの？その通りだぜ。ゴジラ対ヘドラは1971年に公開されたゴジラシリーズの第11作目で、環境問題をテーマにした異色の作品だ。監督は当時新人だった坂野義光で、ゴジラが公害を象徴する怪獣ヘドラと戦うんだ。公害がテーマって、ちょっと変わってるね。ヘドラってどんな怪獣なの？ヘドラは、工場の煙や産業廃棄物から生まれた公害怪獣で、スモッグや毒液を使って街や人々を襲うんだ。その姿はドロドロしたスライム状で、見た目からして不気味で気味が悪い。この怪獣が環境破壊の恐怖を具現化しているんだぜ。ゴジラがヘドラと戦うってことは、ゴジラは正義のヒーローみたいな役なの？そうだな。この映画ではゴジラが地球の守護者のような立ち位置で、ヘドラによって汚染された世界を救おうとするんだ。特にクライマックスの戦いは、ゴジラが自ら工場の設備を使ってヘドラを撃退するという展開で、他の作品にはないユニークな場面だ。映像や演出も変わっているの？この作品は映像表現がかなり独特だぜ。アニメーションやカラフルなモンタージュ映像が挿入されるなど、視覚的にインパクトのある演出が特徴だ。当時の社会風刺が強く反映されているから、大人も深く考えさせられる内容になっている。
環境問題にフォーカスしたゴジラ映画って、今見ても意義がありそうだね。その通りだぜ。結論として、ゴジラ対ヘドラはエンターテインメントとしてだけでなく、環境保護のメッセージを込めた社会的な映画なんだ。ゴジラシリーズの中でもひときわ異彩を放つ作品だから、まだ見ていないならぜひチェックしてほしいぜ。ありがとう。マリサ、ただの怪獣映画じゃなくて、考えさせられる部分も多そうね。第1位、ある愛の歌。マリサ、第1位のある愛の歌って、どんな映画なの？ある愛の歌は、1971年に日本でも大ヒットしたアメリカ映画だぜ。現代はラブストーリーで、身分違いの恋に挑む若いカップルの、愛と別れを書いた感動的なラブストーリーなんだ。主演はライアン・オニールとアリ・マックローだ。身分違いの恋って、具体的にはどんなストーリーなの？主人公は名門ハーバード大学に通うオリバーと、庶民的な家の娘で音楽を学ぶジェニー。この二人が出会い、恋に落ちるんだ。だけど、オリバーの父親がジェニーとの交際を反対し、彼らは親の支援を絶って二人だけの生活を選ぶのぜ。でも、幸せな生活も長くは続かない。ジェニーが病に倒れ、二人の愛は永遠に刻まれる形で物語が幕を閉じるんだ。泣ける話だね。この映画って、特別な名シーンとかあるの？もちろんだぜ。特に有名なのは、ジェニーが愛とは決して後悔しないことというセリフだ。この一言が映画のテーマを象徴していて、観客の心に深く残るんだ。それに、フランシス・レイが手掛けたテーマ曲も感動をさらに盛り上げているぜ。そのテーマ曲、聞いただけで泣きそうになりそう。そうだな。ある愛の歌の音楽は、映画音楽史に残る名曲として、未だに愛され続けているんだ。そして、ライアン・オニールとアリ・マックローの演技も素晴らしい。彼らの化学反応が、この物語をより感動的なものにしている。映画全体が感情を揺さぶる要素で溢れてるのね。その通りだぜ。結論として、ある愛の歌はラブストーリーの金字塔と言える作品だ。愛の深さや儚さを書いたこの映画は、今見ても色褪せない名作だぜ。ありがとう。マリサ、これはハンカチ必須の映画だね。総評、まとめ。マリサ、今回は1971年に日本で公開された映画を振り返ったけど、どの作品も個性的で興味深かったね。その通りだぜ。1971年は、国内外で名作が次々と公開された豊かな映画の年だった。ある愛の歌みたいに愛と感動を書いた作品もあれば、ゴジラ対ヘドラのように社会問題をテーマにした異色作もあったから、いろんなジャンルを楽しめたのぜ。それに、レッドさんや、栄光のルマンみたいなスケールの大きい作品も印象に残ったよ。異文化の融合やリアルなレースシーンって、それぞれの映画の魅力がすごく引き立ってたね。そうだな。どの作品も時代背景やテーマに合わせた独自のアプローチが光っていたし、今見ても新しい発見があるのが名作の強みだぜ。今回のランキングを通じて、映画が単なる娯楽以上のものだって感じられたよ。歴史や文化を学べるのもいいところだね。結論として、1971年の映画は今も色褪せない魅力に溢れているってことだぜ。これからも、こういった名作を見て楽しみたいな。ありがとう。マリサ、また他の年代の映画も紹介してね。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。